どうしよう。いっそごっそり行った方がいいか。いらんか、ここまでいらんか。ご覧のようにリンクロッドとかリンク部分の取り付け部分がだいたいどんな感じで出来上がってくるのか見えてきたかなと思います。で、思うところは 3D プリンターやはり非常に便利だなと思います。こういうのをねテストで削り出して、それをまたここにつけて試して確認して、失敗だったらもう一回削り出しますってなって大変じゃないですか。 3D プリンターで試作をしてストロークを確認して、寸法位置を確認して、穴位置の寸法位置を採寸したけど合ってるかどうか分かりません。確認しておきます。そうするとこんな感じで、採寸ミスってて 5mm ずれてたよねっていうのが分かったら、またもう一回印刷すればいいということで、非常に合理的に進みます。これ1個印刷するのに4時間ぐらいかかるんですが、例えば、溶接とかボール板とかで、4時間で作ったとしても、手で4時間作ったやつがお釈迦やった、穴位置違ってたよってなったら、結構ダメージでかいじゃないですか。一晩放置して4時間出来上がった部品が 5mm ずれてたわ、やり直せばいいねっていう、このラフな感じで使える 3D プリンター非常に便利です。はい、といった感じでだいたい概要が見えてきたという感じになります。ここのリンクロッドを長さ伸び縮みさせることができますので、ここを伸び縮みさせることによって遮光を変えることができます。リンクブロックの寸法を変えることで、レバー比を変えることができます。なので、ここを長くすればストロークを、ホイールのスイング量を変えることができます。3種類試したんですけど、どれにしようかなというようなものを選ぶことができると。ここをいじることで、ここのリンク比をいじることで性能を変えれると、スイング量を変えれるということになっております。微調整していきたいなと思います。ブレーキの方も回り止め設置しましたので、もう使えるようになってます。はい、というわけで今日の作業は終わりです。今日やりました作業は、スイングアームの補強を入れました。そしてキャリパーの回り止めを溶接しました。そして 3D プリンターで製作したテストピースでリンクの取り付け機構の取り付け確認を行いました。そしてワイドホイールを取り付けるにあたって干渉するフレームの干渉部分の
加工を行いました。というわけで4つの作業を行いました。いや、なかなか時間かかりますね。まだ完成とは言えないんですけど、こうサスペンションをね、サスペンションのバネをしならせることはなかなかできてないんですが、そろそろ完成します。リンクブロックを削り出すのと、あとリンクロッドを取り付けるブラケットを製作すれば荷重をかけれるようになります。1本で完成するか、次回と次々回で完成するかといったところになっております。今回ホイールが結構ワイドなので、フレームに干渉するポイントが大きいので、こうフレームをね広げたりとか切ったりとかして、干渉を避けれるように、加工しました。結構大変な作業でした。あんまりね板金とか詳しくないんで、こうやったらいけるかなと思いながら考えた方法でやってみました。とりあえずある程度逃がしができたということになりました。フレームの鉄板とフェンダーの鉄板が2枚こう重なり、結構複雑に重なり合う形で、構成されているフレームなんですけど、切ってこう曲げていくうちに結構内側が錆びてたんで、フェンダー側の鉄板は全部除去して、鉄板を改めて作って、曲げた形に合わせて溶接するか、もしくは FRP とかでコーティングとかいう風な方法を考えております。でブレーキハイパーが取り付けれるようになったので、ホイールを、締結できるようになりましたので、現実感のある組み立てまでいけたなと思います。あとはリンクロッドとブラケットという感じです。で、チェーンラインとかがずれてるので、そこら辺も合わせていかないといけないんですが、さまつなことなので、とりあえず置いといて、フロントの方をスイングアームが完成したらやりたいなとは思ってます。で、前々回ぐらいの動画でスイングアームを溶接したわけなんですけど、国内外から、そこはティグの出番やろとか、ティグ溶接機でやってほしかったとか、そこはミグじゃなくてティグやろみたいなコメントがですね、国内外から多数寄せられました。それに関してなんですけど、私もその通りだと思います。はい。ティグでやりたかった。私もティグでやりたかったです。なんでティグでやらなかったかっていうと、一つの裏テーマとしてですね、DIY の範疇でフルカスタムを行うみたいな裏テーマみたいなのが、いつぞやの動画かなんかで説明したんですけど、そういう裏テーマがあるんですが、やはりですね、100V っていうのが DIY の一つの壁じゃないですか。なので 100V 機でやるっていうのと、溶接に関して TIG をやるっていうと、アルゴンガスを用意しないといけない。国内外からコメントが入っているので説明しておきますと、日本の DIY は100V が壁になるっていうのと、アルゴンガスの入手がそこそこめんどくさいということで、アルゴンガスを入手しなくてもいい範囲、そして 100V でできる範囲で、やったという感じです。限界はどこら辺かなっていうのを、企画でやってみたという感じになります。ただ、僕も TIG でやりたかったです。はい。で、皆様にですね、背中を押される形にはなりますが、そろそろアルゴンガスを用意して TIG 溶接機を導入していきたいなと思います。というわけで、いつになるかはわかりませんが、近々 TIG 溶接機も用意したいと思います。今回作ったスイングアームなんですけど、リンク機構を採用したことによって、リンクロッドの長さを変えることによって車高を変えれる。そして、リンクブロックのリンク比を変えることによって、レバー比を変えれるようになってます。なので、潰しの効く設計かなと思ってます。実際に使ってみて不具合が出たら、そこら辺で微調整していく予定です。はい。リアの足回りが完成したら、一旦とりあえず走ってほしいみたいなね、コメントも確かあったと思うんですけど、フロントフォークを切っちゃってまして、もう再組み立てできないと。で、フロントフォークを買って、安いもんなんで買ってもいいっちゃいいんですけど、組み立てるのも大変やし、この工房2階なんで1回下ろすっていうのも大変なので、荷重をかけるところで勘弁していただきたいなと。走行シーンは全体が完成するまでお預けというふうにさせていただきたいと思っております。というわけで今回の動画は以上になります。面白かった、参考になったと思う方いらっしゃいましたらグッドボタン、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。